皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから第27回手塚治虫文化賞の贈呈式を開会いたします。受賞された方々は、漫画大賞の入江喜和様、新生賞元父様、短編賞の山地海老根様、特別賞の梅津和夫様です。はじめに主催者を代表いたしまして、朝日新聞社代表取締役社長、中村史郎がご挨拶申し上げます。皆様、こんにちは。朝日新聞社の中村です。本日はお忙しい中、第27回手塚治虫文化賞の贈呈式にお越しいただき、誠にありがとうございます。まずは受賞される入江喜和さん、元父さん、山地海老根さん、そして梅津和夫さん、心よりお祝いを申し上げます。この手塚治虫文化賞は、手塚プロダクションのご協力を得て、私ども朝日新聞社が1997年に創設し、これまでに約100の作品や個人、団体に賞をお送りしてきました。この賞の底流にあるのは、反戦や命の尊さ、人権、ヒューマニズムを重んじた手塚治虫先生の崇高な世界観です。戦時中、勤労動員などの経験、戦争体験をお持ちの先生は、1982年に週刊朝日に掲載されたエッセイの中で、ただ一つ、これだけは断じて殺されても翻せない主義がある。それは戦争はごめんだということだ。だから反戦テーマだけは書き続けたいと綴られています。実際、実に多くの作品で戦争をテーマに取り上げておられます。没後34年となりましたが、21世紀の今日でも、出口が見えないロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、戦火が絶えず、多くの市民が毎日犠牲となっています。もし先生がご存命であれば、今日の事態をどうご覧になり、どのような作品を描かれるでしょうか。先生のお名前を冠した賞の重みを主催者として改めて深くかみしめているところです。さて、27回目となる今回も、この賞にふさわしい作品と受賞者の方々が揃いました。ここで紹介させていただきます。漫画大賞は入江喜和さんのユリア先生の赤い糸です。物書きの夫と義母の3人で暮らしていた50歳の刺繍教室の先生が、夫の病をきっかけに始めた赤の他人たちとの不思議な共同生活を描いています。どのキャラクターも一癖も二癖もあり、LGBTQ、介護、DV、不倫、がん、コロナ禍といったテーマが日常の中で次々と持ち上がります。毒のあるセリフがポンポンと当たり前のように交わされる展開にも驚かされました。最終選考委員会では、漫画で見落とされてきた中高年女性を主人公に据え、生身の人間としての生き方を赤裸々に描いている。地味に見えるがすごく激しいテーマといった感嘆の声が上がったと伺っております。新生賞はご自身の大腸がんとの闘病生活を描いた団長亭日常の元父さんが選ばれました。新進気鋭の漫画家として活躍中の2019年にがんが発覚。辛い症状に耐えつつ、病状や治療の状況を克明に記録する一方、妻や親族、医療関係者、同業者や編集者ら周囲の人たちとの間で揺れ動く心理描写も巧みです。闘病という大変重いテーマを取り上げながら、自分を客観視し、作品として面白く見せる表現や技術の高さがあると評価されました。短編賞に輝いたのは、山地海老根さん、女の子がいる場所はです。性別をめぐる伝統的な価値観の下で暮らすサウジアラビア、モロッコ、インド、アフガニスタン、そして日本の少女が主人公です。少女たちが日常で感じている疑問や違和感に無理なくスポットを当てています。最終話のアフガニスタン編では、女性への抑圧的な政策で知られるタリバン政権が取り上げられています。選考委員からは、性別に関係なく読んでほしい作品という声が上がりました。そして特別賞をお送りするのは、ホラー、SF、ギャグと幅広い分野で漫画文化に長く貢献してこられた
梅津和夫さんです。私のような昭和世代にはど真ん中のレジェンド漫画家のお一人です。梅津先生は手塚先生の作品に触発され、高校3年生でデビュー。蛇少女、漂流教室、まことちゃん、私は慎吾など、多数の話題作を世に送ってこられました。音楽活動やテレビ、映画出演もこなし、国際的な漫画賞も受けておられます。昨年には27年ぶりの新作、続慎吾を発表され、深遠な梅津ワールドを愛する全国のファンから喝采で迎えられました。本日は記念トークイベントにもご参加していただきます。以上、簡単ではございますが、受賞作品の紹介とさせていただきます。お力添えをいただきました全国の推薦者の皆様、そして選考委員の皆様、手塚家と手塚プロダクションの皆様にこの場を借りて改めて御礼申し上げます。手塚治虫文化賞に対して今後も温かいご支援を賜りますよう心よりお願いを申し上げるとともに、ご臨席の皆様のご健勝、ご発展を心より記念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ここでご来賓の方々をご紹介いたします。恐れ入りますが、お名前をお呼びしましたらご起立をお願いいたします。本賞にご協力をいただいております、手塚プロダクション代表取締役社長、松谷孝之様です。手塚治虫様のご息女で、手塚プロダクション取締役の手塚留美子様です。続きまして、選考委員の方々をご紹介いたします。漫画家の秋元治様、漫画家の里中真知子様、タレントの高橋みなみ様、学習院大学教授の中条翔平様、ライターで東北芸術工科大学准教授の富山由紀子様、漫画解説者の南信長様、芸人で漫画家の矢部太郎様、以上7名の皆様に朝日新聞社から2名が選考に加わりました。それではここでご来賓の松谷孝之様からご祝辞をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました手塚プロダクションの松谷です。本来は毎年ここで手塚治虫の長男の手塚誠が挨拶しているんです。で、彼が急に用事ができましてここに出席できませんので、代理で私させていただきます。朝日新聞社がもう30年近く前ですけども、手塚が亡くなって1989年4月に手塚が亡くなったんですが、あれ2月だったっけ2月9日に亡くなりました。もう34年になりますけれども、それからしばらくして朝日新聞社からぜひ漫画文化を取り上げたいと、で手塚賞を作りたいと言った時に、まだその頃まではまだまだ漫画は文化と言えないというような社会風潮だったんですね。そんな中で朝日新聞がやろうと。で、手塚が亡くなった時に確か朝日だと思うんですが、社説で外国人が日本に来ると
社内で一生懸命漫画雑誌を読んでる人間が多いと。日本はなぜかと言ったら、よその国には手塚治虫がいなかったからだというのを書いてくれたんですね。ああ、新聞の見方も少しずつ変わってきたんだな。でこの文化省の話が出た時にぜひやりたいなと。もちろん講談社だとか小学館だとか集英社だとかいろいろ漫画雑誌を出しているところがあるんですが、もちろん集英社はもうすでに手塚賞っていうのを作ってるんですが、非常にどうしようと迷ったんです。で一応は皆さん出版社に声をかけたら、ふざけんじゃないと、新聞社なんてのはみんな漫画を反対してたんだと、それがやるなんてとんでもないというような話があった時に、その担当の方に話したら、ぜひ会いに行ってお話をしたいというんで、講談社、小学館、集英社みんな回ったんです、頭を下げて。そしたらみんな納得してくれました。そういう前向きな姿勢でやってくれるんだったらぜひやりましょうと。その代わりに手塚治虫文化賞という名前名称にしましてね。でいわゆる今現役でやられている方たちに賞を与えると。そうだ、一番最初に言うのを忘れました。受賞者の皆さんおめでとうございますそして審査員の先生方、本当にね、審査するのは大変だと思うんですよね。それをようやってくれましてご苦労様でございました。そんなんでとうとう今や漫画世界の日本の漫画というふうに言われるようなことになりましたけれども、今受賞された方々、これがまた再スタート時点だというふうに思っていただいて、これからぜひもっともっと頑張ってほしいなと、日本の漫画文化をもっともっと高めるために頑張っていただきたいなというふうに思います。ぜひね、これから頑張って、今まで本当に不当の扱いと戦ってきて漫画を必死になって書いて、手塚治虫はじめみんな漫画っていうのは人に何かを伝えるのに大変素晴らしい媒体であるというのをみんな確信してたんですね。だから自分の思いを人に伝えるためには、ましてや子どもたちに伝えるんだったら漫画ほど素晴らしいものはないというふうに確信して必死になって書いてきて、それが今や世界の日本漫画というふうに言われるようになって、皆さんこれからも先輩たちが一生懸命作ってくれた礎をもっとピラミッド型にしていただきたいなというふうに思います。ぜひ頑張ってください。今日はおめでとうございました。ありがとうございました。こんにちは、手塚誠です。さて、本日はご臨席が叶いませんでした手塚治虫さんのご子息で、手塚治虫文化財団代表理事の手塚誠様からお祝いのメッセージが届いております。そちらをご覧ください。第27回手塚治虫文化賞、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。まずは受賞者の皆さん、手塚治虫文化賞受賞本当におめでとうございます。今回も大変ユニークで素晴らしい作品が集まったこと嬉しく思います。そしてこれはすべてそれぞれ個性的ではあるんですけども、現代の日本あるいは現代の社会というものをとてもうまく映し出した、そんな作品群だなというふうに感じながら楽しく読ませていただきました。でどれも非常に楽しく読めると同時にその現代の社会におけるその人間の生活、その中のいろいろな問題点や人間関係、どう生きていくべきかというようなたくさんの示唆に富んだ内容の濃い作品だったように思います。これは確かに現代の日本から発信できる漫画の代表作なんだなというふうにも思いました。ですけどもある意味こうした作品の流れというのはやはり一番最初は
手塚治虫から始まっているのかなというふうにも思ったんです。例えば女性が社会の中に出ていってそこでやはり女性だからこそ体験するさまざまな困難そして現代というその現代の社会の中での自分の在り方人との関係性そういったものは原点を探りますとリボンの騎士ではなかったのかなというふうにも思います。リボンの騎士は初めて女性が家から飛び出して一人で自分の生き方を探しながら活躍するそういったことを皆さん方の作品を読んでいる時にふと思い出したりもしました。そしてまた病気や治療そういったものを漫画で最初に表現したのももしかしたらブラック・ジャックあるいはキリヒト賛歌といった手塚治虫作品だったんではないかなというふうにも思います。でそうやって考えますと皆さんの作品はご本人が意識しているかしてないかにもかかわらず手塚治虫の DNA がしっかり根付いているそういった作品なんだろうなというふうに思ってなんだか嬉しくなりました。そしてもう一方梅津和夫先生梅津先生と手塚治虫両方を知っている私としては個人的に先生の受賞本当に嬉しいです。逆に先生が今まで受賞していなかったというのがなんか遅すぎるなというふうにも感じました。いつ受賞されてもおかしくなかった先生だと思いますがこうして今回手塚治虫文化賞を受賞していただけたこと僕も嬉しいなと思っておりますけどもうまさに先生はもう先生の世界を築かれてきた手塚治虫とはまた違う日本の漫画というものを生み出してきたもう素晴らしい作家だというふうにずっと思っておりましたのでここに来て受賞していただけたこと本当に嬉しく思っておりますしまた感謝しております。本当に素晴らしい顔ぶれが今回も揃いました。皆さんの受賞を心の底からお祝いさせてもらいます。本当に今日はおめでとうございました。お祝いメッセージでした。ありがとうございました。続きまして今回の選考経過を選考委員の富山由紀子様よりご報告いただきます。富山様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました富山と申します。緊張するのでカンペを読みます。選考過程について簡単にではありますが皆様にご報告をいたします。選考会当日は漫画大賞の審議からスタートしました。こちらはですね選考委員それから一般読者の皆さんおよび漫画関係者の皆さんから推薦されました一次選考作品のうち特に支持を集めた上位作品が最終候補作になるという仕組みになっております。今回は遠藤達也さん、スパイファミリー、タイザン5さん、タコピーの現在、山地海老根さん、女の子がいる場所は、僧侶冬美さん、チェーザレ、破壊の創造者、入江喜和さん、ユリア先生の赤い糸、タラチネ・ジョンさん、海が走るエンドロール、新蔵慶吾さん、平休み、松本太陽さん、東京日頃、以上の8作品が候補となりました。手塚賞の選考会では各選考委員がまず一押し作品について発表してその後議論を深めつつ受賞作品を決めてまいりますが今回対象の審査ではエンターテインメントとしての水準の高さが評価されたスパイファミリーが初めから強い存在感を示していました。しかし同時にユリア先生の赤い糸、女の子がいる場所はを押す声も同時に多く聞かれました。議論を重ねてまいります中で女の子がいる場所は短編賞の候補作として議論するのがよりふさわしいのではないかということになりましてスパイファミリーとユリア先生の赤い糸について再び議論をいたしました。でですね、2作は本当に現場で拮抗をしていたんですけれども、例えば南委員の高齢化社会を反映して主人公の漫画のですね主人公の年齢というのがどんどん上がってきている中で見落とされているのは実は中高生女性なんではないかといった、お言葉や秋元委員の可愛い作品かと思ったらとんでもないと主人公に豪快さがありすごく生きがよくって男っぽさもあり感心するといった言葉には、我々みんな納得するところがありユリア先生大賞ということで、いきましょうというふうに決まりました。
ユリア先生という50代の女性のユニークで波乱万丈な人生を通してジェンダーやセクシャルマイノリティのこと、不倫や DV、病気や介護、さらには連載中に起こったコロナ禍のありようまでもが克明に描かれている点が高く評価されました。女の生き様に胸を熱くしつつ、今の社会で起こっているさまざまな問題についても考えられる非常に稀有な作品だと私も思います。おめでとうございます。続いて新星賞の審査に移りました。候補となったのは岡田作茂さん、陽気なやつら、小日向丸子さん、あかり、冬野梅子さん、真面目な会社員、高松美咲さん、スキップとローファー、ガンプさん、団長亭日常、以上の5作品でした。こちらはスキップとローファー、団長亭日常の2作品が議論の中心となっておりました。これまた全くタイプの違う作品で、それぞれの作品の支持者がいたんですけれども、例えば矢部院による闘病記を書くにあたり、作者が対象と距離を取って描いており、表現面での実験があるといった発言や、里中委員による闘病記はすでにいっぱいあるが、漫画として描くからにはそれが独立してドラマになっていないといけない。この作品は本当に面白く楽しく見せるための表現に満ちていて、もっと読みたいなという気持ちがものすごく強くなったといった発言があったことからも分かりますように、作者自身を襲った病を漫画というフォーマットに落とし込む際の高い技能が評価されて受賞が決定いたしました。おめでとうございます。はい、最後は短編賞の審査です。山地海老根さん、女の子がいる場所は、岡田作茂さん、陽気なやつら、小日向丸子さん、あかり、新藤正興さん、ルリドラゴン、山科圭介さん、C 級サラリーマン講座会、以上の5作品について、議論が行われました。漫画大賞や新星賞の候補作としても名前の挙がった女の子がいる場所は陽気なやつら、あかりの3作品を推す声が多く聞かれましたが、常に話題の中心にあったのは女の子がいる場所であったように思います。議論の中では、例えば高橋委員による世界における女の子の立場というものを読みながら、私自身もなるほどこういうふうに違うんだと気づくきっかけになったし、読者それぞれが何か考えるきっかけになるんじゃないかと思うといった発言や、中条委員による何か正しいものを押し付けるために自分の正義を声高に言うという視線のないところがこの作品の美点なのではないかといった発言がありました。世界の女の子の生活や人生をフラットな感覚で知ることができる点や、読了後に読者同士議論ができる解釈可能性の幅というものが高く評価された次第です。なお、選考の中で異文化のことを日本の作家がどこまで描くことができるのかをめぐって議論になりまして、作者がさまざまな文献を読み込んだ上で作品にしているという事実を確認したということも言い添えておきたいと思います。今回の選考会は例年にも増して個性豊かな作品が出揃いました。そのため全ての作品をある一つの基準によって単純比較するということ自体は非常に困難だったわけですが、その分委員同士の議論は非常に活発なものとなりました。予定調和ではなく、いい意味での波乱がありまして、受賞作が決まった後も皆その場を離れず、立ったままずっと漫画の話をしていたのがとても印象的でした。みんな漫画が好きなんだなと本当に心から感じました。今回は全会一致ですんなり決まった作品というのが実は一つもありませんでした。それだけそれぞれの作品に魅力、あるいは底力があったということだと思います。選考対象となったすべての作品に心からのリスペクトを捧げつつ、報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。富士山由紀子様より選考経過のご報告でした。ではこれより各賞の贈呈に移ります。正賞の鉄腕アトム像と賞状立て、並びに副賞の目録をお送りいたします。正賞の鉄腕アトム像は造形作家の横山光様がデザインされました。ここで重ねてお願い申し上げます。
スマートフォンなどの電源はお切りください。撮影、録音、録画などはご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。はじめに、漫画大賞の贈呈を行います。漫画大賞は、2022年の年間最優秀作品に贈られます。第27回の漫画大賞は、入江喜和様のユリア先生の赤い糸です。どうぞ舞台へお上がりください。第27回手塚治虫文化賞漫画大賞ユリア先生の赤い糸入江喜和殿2023年6月8日朝日新聞社。おめでとうございます。重いのでお気をつけください。おめでとうございます。では写真撮影をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは入江様ご挨拶をお願いいたします。ありがとうございます。この度は栄えある賞をいただきました、入江喜和と申します。今日はどうもありがとうございます。何にも話すことを考えないで来てしまいまして、今この場にいるんですけれども、私漫画を描く時もテーマとか一切いつも考えてなくてですね、終わりもあんまり考えないで描いてるんですけど、なんか今日今いろんな表を聞いて、あ、そういう話だったんだっていう、なんか自分で中高年の下のことしか書いてないのにこんな栄えある賞をいただいていいのかっていうのがちょっと来るまで不安だったんですけども、ようやくちょっといいんだなっていうふうに思えるようになりました。でこれを書いてた去年連載は終わったんですけども、ちょうど私の90代の母がですね、認知症がかなりひどくなってしまいまして、まあ家族もみんな大変だったんですけども、その最後の11巻が最終巻なんですけど、そこ書いてる時にちょうどもう家で面倒見られないからって言って老人ホームに入ってもらうことになりまして、もうそれでなんて言うんでしょう、もう自分でも全然どうやってこれやってったらいいんだろうなっていう感じだったので、逆にめっちゃ元気になるような漫画にしてやるっていう気合が入りまして、それで結構主人公に助けられながらなんとかなった1年だったなと今思い返してそう思っております。皆さんの応援もとても身に染みておりました。ありがとうございます。それでなんかこれなるべく言ってくださいねって言われたから、ちょっとどこで入れようと思ったんですけども、めでたくドラマ化になることになりまして、その情報が解禁されました。ドラマの方も見た方が元気になるドラマになるといいなと思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。入江様ありがとうございました。次に新生賞の贈呈に移ります。新生賞は斬新な表現、画期的なテーマなど精神な才能の作者に贈られます。第27回の新生賞は団長亭日常のガンプ様です。ガンプ様どうぞ舞台へお上がりください。第27回手塚治虫文化賞新生賞ガンプ殿団長亭日常
がん闘病を巧みな筆致で視情的に表現した独自性に対して、2023年6月8日、朝日新聞社。おめでとうございます。重いですので。おめでとうございます。では、お二人でお写真をどうぞ。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。それでは、ガンプ様、ご挨拶をお願いいたします。映ってる。すごい嫌な感じ。ガンプです。はい、ガンプっていう名前で漫画描いてるものです。で、この度は本当になんかものすごい賞っていうかいただいちゃって、その上なんか過分な才能がどうとかなんか評価してもらっちゃって、まあ正直悪い気はしないっていうか、嬉しいです。ありがとうございます。で僕の漫画読んでもらえると分かると思うんですけど、僕大腸がんになって、で肝臓にも転移しちゃってて、でステージ4なんですけど、連載当初は結構僕の体調を心配してくれるようななんかツイッターとかにいろいろあったんですけど、今のところ、手術とか抗がん剤治療とか放射線治療なんかがすごくうまくいって、術後3年半経ったのか、半経って今、一応再発してないという感じで、健康に問題なく漫画を描いていることができているっていう状態です。で、最初大腸がんになった時は、漫画の中にも書いてあるんですけど、やっぱりもう漫画を描くっていうことはもう二度とないっていうふうに思ったんですよね。もうどうなっていいやっていう感じで、結構投げやりな気分で、もうやってたんですけど、今も結構投げやりっちゃ投げやりなんですけど、なんかうまい具合にいって今漫画を描けてると。で、それは、僕ももちろん僕は頑張ったんですけど、いろんな人のやっぱ助けがあって、でも元気で生きてるとやっぱりなかなかそういうものを実感することができないのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱ病気になった時に離れていく人もいたんですけど、寄ってきてくれてなんかサポートしてくれる人がいて、で具体的に挙げればそこにいる担当編集の山本さんであったりとか、その時は仕事を一緒してなかったんですけど、で、そこになんか一番この真ん中に今いるんですけどここの妻のさて子だったりとかっていうのが、やっぱりサポートしてくれて、で漫画描けるようになったと。で今描いてると。でなんかただステージが4なので、いつ再発するか分かんないっていうのが結構あって、あんまり先のことを僕自身も考えずにやってるんですね。とりあえず次のネームができて、次の作画ができて、次の原稿が上がったらいいやっていう、あんまり先のことを考えないで目の前のことだけに集中してやるっていう感じで、あんまり先のことは考えてないんですけど、今日こういうふうに賞をもらって、さっき里中さんにもなんかエネルギーみたいなのをバーってもらったんですけど、ビームみたいな今出してもらったんですけど、なんか里中さんも結構、病気されて大変だったみたいで、それでなんかお話を伺ったんですけど、こうやって賞ももらってこうやって話させてもらって、やっぱこの場をやっぱり漫画に描きたいなと、この今受賞しているこの場所、この感じ、そうするといい感じになるんじゃないかなと、その話もって思うので、それまではなるべく元気で入れて仕事も続けられたらいいなと今は思ってます。今日は本当ありがとうございました。ガンプ様、ありがとうございました。
続きまして短編賞の贈呈です。短編賞は短編、4コマ、1コマ漫画などを対象に作品・作者に贈られます。第27回の短編賞は女の子がいる場所はの山地海老音様です。山地様、どうぞ舞台へお上がりください。第27回手塚治虫文化賞短編賞山地海老音殿女の子がいる場所はに対して2023年6月8日朝日新聞社。おめでとうございます。重いですのでおめでとうございます。ありがとうございました。それでは山地様、ご挨拶をお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。山地海老音です。とても緊張しておりますが、ここに至るまでを簡単にお話しします。38年前に私はデビューしました。高校に入って高野文子先生の作品に出会い、影響されて8ページほどの漫画を描いてみました。その漫画の出来がいいのか悪いのか知りたくて、雑誌に投稿したらわかるかもと思い、原稿を送ってみました。するとある晩、電話がかかってきて、担当がつきますから漫画の勉強しませんかというお話。漫画家になりたいと思ったことはありませんでした。でもその時、断る理由が見つからなくて、やってみますと言ってしまいました。そして大学1年の冬、デビューしました。漫画家になるということはどういうことか全然分かりませんでしたが、書きたいことが湧いてくるので、それをただただ書き続けてきました。ところが近年、書きたいことが出てこなくなりました。もう書きたいことがない。探してみるのですが、どのアイデアもワクワクしない。どうしたものか。私の漫画家人生、もうそろそろしまいかなと考えるようになりました。でもふと思いつきました。書きたいことはないけれど、書けることがあるなら漫画を描くことはできるんじゃないか。そこで私が書けそうなことを担当さんに探してもらうことにしました。このことは本の後書きにも書きましたが、探してもらったお題をもとに漫画に取り組みました。担当の青木さんに本当に感謝しています。書きたいことがなくなったらもうダメなのか。いや、そんなことはないのだと分かりました。女の子がいる場所はそんな風にして出来上がりました。本が出てからの反響の大きさが予想を超えていてびっくりしました。そして今このような高いところから私はスピーチなどしています。本当に思いもよらない驚きの結果が出ました。最後に短編賞に選んでくださった審査員の皆様に心よりお礼申し上げます。
このような素晴らしい賞をいただき、本当に励まされました。これからも私に書けることがあるならば書いていこうと思います。ありがとうございました。山地様、ありがとうございました。続きまして、特別賞の贈呈に移ります。特別賞は、漫画文化の発展に寄与した個人や団体に贈られます。第27回の特別賞は、梅津和夫様です。梅津様、どうぞ舞台へお上がりください。ちょっと待ってください。第27回手塚治虫文化賞特別賞、梅津和夫殿、ホラー、SF、ギャグと幅広い分野での漫画文化への貢献と27年ぶりに発表した新作に対して、2023年6月8日、朝日新聞社。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと重いですから。一緒写真。結構重いですね。いや、すごく重いんです。重い。はい、ありがとうございます。では、ご挨拶をお願いいたします。はい、皆様ありがとうございました。いただくことになりました梅津和夫です。先ほど誠さんの挨拶の中で、手塚治虫と全然別の路線とおっしゃっていただいて、その通りなんですけれど、僕も最初はでも手塚治虫の新宝島というところから入りまして、それで小学ね4年生の頃ですけどね、それで5年生ぐらいまでもう夢中で手塚治虫の漫画を読みました。もう本当に取りつかれたという感じでね、魔法屋敷とかロストワールドとか、火星博士とかいろいろあったんですよ。もう夢中でね集めました。それである時ね、同級生がね漫画化してって言うからね、僕ちょっとね心の中でやっぱり貸すのちょっとやばいなと思ったんですけれど、小学校の頃まだねそんな邪心なんていうことは全く心の中になかったもんですから、人の言われたことはそのまんま素直に受けて、貸してしまったんですよ。そしたらね、返してって言ったらね、借りた覚えがないっつって、ひどいでしょ、同級生で。それでね、そこからそうだ、手塚路線をやめようと思いまして、それで今に至ってるんですけれど、そういうわけで関係ないっていうことはありませんので、手塚治虫文化賞、これからもぜひぜひ発展を願っております。そしてまたこういう企画を立ててくださいました朝日新聞社の方に本当にお礼申し上げたいと思います。それから最後に会場の皆さん、こんなふうに盛り上げていただきまして、一番感謝、今の時点でねありがとう言いたいと思いますね。こういう時はね、何をするかといったらやっぱりグラスワインで乾杯ってやりたいんですけどもね、手塚治虫さんってお酒はどうだったんでしょうか。ジャングルマキオっていう中でね、ジョンっていう男の子にハムエッグっていうのがね、これ甘いブドウ酒ですよとか言ってね、それでウイスキー飲ませちゃうんですよ。どっちだってお酒でしょ。ジョンって見た感じ健一君なんですよ。飲ませて、寝ちゃうんですよね。
それで飲ませたのがハムエッグって言って、ああ手塚治虫って、何食べて何飲んでたかよく分かんないけど、ハムエッグっていうぐらいだから、サンドイッチとかホットドッグとかハンバーガーとか、そういうの好きだったかな、ウイスキーが好きだったかなとか思うんですけれどね、分かりません。ですけどこういう時はね、やっぱりね、グラスワインで乾杯っていう風な感じになりたいと思うので、手塚先生ぜひ一緒にやっていただきたいと思うんですけど、グラスワインで乾杯ってやりたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒にお願いいたします。せーの、乾杯！乾杯！ありがとうございました。ありがとうございました。手塚治虫先生はお酒はお好きだったんでしょうかね。お好きだったそうです。結構お強かったんでしょうか。その辺はちょっとわからない。なるほどたしなむ程度だったようです。はい、ありがとうございました。以上をもちまして第27回手塚治虫文化賞の贈呈式を終了いたします。